こんにちは、ちいえかだわん。こんにちは、このみだわん。前回は好みとママの出会いについて知ることができたよ。前回は私とママの出会いについて紹介したよ。今回も私とママとの出会いの続きについて紹介していくからぜひ聞いてほしいな。好みとママとの出会いについてもっとたくさんのことを知ってもらえそうだね。今回も好みとママとの出会いについて紹介していくから楽しみにしててほしいな。好みとママの出会いを引き続き興味深く聞いているね。私はそれから生後7ヶ月に成長したんだ。すっかり他のワンちゃんとも仲良くなって社交的になった私は、会う人におとなしくて可愛いと言われるたびに恥ずかしかったけど、すごく嬉しかったんだよ。可愛いって褒められるのは嬉しいもんね。だけど、お盆も終わった8月の末に事件は起きたんだ。いつものように夕方のお散歩に行った時だったの。ママは車が危ないからって、私を公園まで抱っこして入り口前の十字路で降ろしてくれるんだ。この時、私は十字路を渡る練習をしてママの家に帰るのが日課だったんだけど、十字路を渡った先にワンちゃん友達に会ったんだ。なんだか嫌な予感がするよ。どうやら買い物に行く途中だったようで、ママはそのお友達と話していたんだ。その時に別のハスキー犬を連れたワンちゃん友達が寄ってきたんだけど、それは一瞬の出来事だったんだ。聞くのが怖いけど一体何が起きたの？私は気づいたら血まみれになっていて、ママに抱きかかえられていたらしいんだ。私が薄れゆく意識の中で見たのは、ハスキー犬を連れたワンちゃん友達がハスキー犬を押さえつけていて、どうやら私はその犬にお腹を噛まれたみたいだった。私は激痛であんまりその時のことは覚えてないんだけど、急遽行きつけの獣医さんに見てもらったらしい。そんな大惨事があったなんて。好みは大丈夫だったの？獣医さんによると、お腹は噛まれていたけど急所は外れていたらしくて、何針か縫ってお腹に包帯を巻いて首にはカラーをつけて、今夜持てば大丈夫ですって言われたんだって。好みがひとまず無事でよかったよ。それにしてもなんで急にハスキー犬が噛みついてきたんだろうね。事件の原因は後で詳しく説明するよ。私の処置中にママの友達が私を噛んだハスキー犬の飼い主に連絡を取ったらしく、飼い主は動物病院に駆けつけたんだけど、すごく態度が悪くて謝罪の言葉がなかったらしい。一応私の治療費は全額払ってくれたんだけど、ママはすごく怒ったみたいなんだ。最悪な飼い主だね。そりゃママも怒るよね。普通の良識のある人なら、自分のワンちゃんが原因になったらまず謝罪の言葉を口にしてからいろいろ対応してくれそうなものだけどね。私を噛んだハスキー犬も問題があったけど、その飼い主もさらに良識がなかったみたいだね。私を噛んだハスキー犬の飼い主から謝ってくれると思ってたからすごく悲しかったよ。好みもママも憤りを感じるよね。ママの友達はその飼い主の代わりに泣きながら謝ってくれたみたい。ママの友達は悪くないのに代わりに謝ってくれるなんてなんだか理不尽だよ。私も謝るべき人が謝らなくて、謝らなくていい人が謝っていたから、どこに怒りをぶつけていいかわからなくなったんだ。ママと私の怒りは収まらなかったんだけど、私は家に帰って最初はゲージに寝かせられてたんだけど、ママが私の様子を見て辛くなったのか、ママのお膝でその夜を過ごしたんだ。ママも好みの様子が心配だよね。ママは徹夜で私の容体を見てくれて、なんとか翌日に持ち直した私は、再び動物病院に行って抜歯の日にちの説明を受けたんだ。その時は加害者の飼い主が私とママを送迎してくれたんだけど、私とママに衝撃の一言を放ったんだ。大したことなかったですね。と。好みの命を何だと思っているんだろうね。私も腹が立ってきたよ。私もこう言われて、さすがに言葉を失ったよ。謝らないだけじゃなくて、大したことなかったって言ったんだ。こんなに私は痛くて苦しい思いをしたのに、大したことなかったわけがないのに。ハスキー犬の飼い主は良識だけじゃなくて思いやりもないみたいだね。私もこの時ばかりは最悪な加害者に出会ってしまったと思ったよ。全額治療費は負担してくれたり、動物病院への送迎もしてくれたんだけど、結局最後まで謝罪の言葉はなかったんだ。どうやらママの友達に後から聞いたのは、そのハスキー犬はしつけをしていなくて、公園でもリードなしで遊ばせていた問題のある犬だったみたい。しつけもしてなくてノーリードだったなんて、好み以外にも問題を起こしてそうなワンちゃんだね。ハスキー犬は大型犬だし、体も大きくて力も強いから、
人に従順になるようなしつけもせずに、ましてやノーリードだったら、私たち犬だけじゃなくてママたち人間も噛まれるかもしれないよね。そんな危険なワンちゃんをほったらかしにしてるなんて、私よりもひどい目に遭う犬や人間がこれから現れるんじゃないかって、すごく心配なんだ。そんな良識のない飼い主じゃ、また問題を起こしそうだよね。大怪我をしてからの私はママに依存しちゃって、前よりも甘えん坊になっちゃったんだ。ママが私の前にいなくなると、怪我をした時の恐怖を思い出して、怖くなってママを探してずっと泣いていたし、しつけ教室で習ったこともできなくなってしまったんだ。それだけ怖い思いをすれば、そうなっちゃうのも仕方ないのかもね。実は9月に避妊手術を予定してたんだけど、大怪我をしたから翌年の1月に延期してもらったんだ。私は怪我の時の恐怖心が抜けず、散歩が怖くなってしまったんだ。散歩に行くとどうしても噛まれたハスキー犬の匂いがして、また噛まれるんじゃないかって怖かったんだ。好みはトラウマを抱えちゃったんだね。無理やり散歩に連れて行くと散歩が嫌いになるからと、ママは無理やり私を散歩に連れて行かなかったんだ。次は怪我をした後の私のその後について紹介していくよ。散歩を嫌がるようになった私にママは私がまた散歩に行けるように工夫してくれたんだ。私専用のカートを買ってくれて、家から徒歩に10分で有料ドッグランに通うことになったんだよ。そのドッグランは小型犬専用で、ドッグカフェもある素敵なところだったんだ。ママは好みのために色々と考えてくれたんだね。私はドッグランで走ったら楽しくなって、他のチワワの子たちともお友達になったんだよ。ママはそこのドッグランで私が1歳を迎えた誕生日ケーキを用意してくれたんだ。好みにとって初めての誕生日だね。私は他の犬たちとも仲良くなるのが得意だったんだけど、どうしても胃袋が小さいのかあんまりご飯の量を食べられなかったんだ。私が好きなおやつも気分が乗った時しか食べられなくて、偏食気味になっちゃったんだ。好みにも苦手なことがあったんだね。それに、怪我の恐怖心でママに甘えたくなってしまって、依存症になったんだ。またあんな怖い思いや苦しい思いをするんじゃないかって。思い出すたびに不安になったから、ママの元に行って不安を少しでも解消していたんだ。私も好みと同じ目にあったら、きっとトラウマを抱えてママに依存しちゃうだろうな。それぐらい、私にとっては大きな出来事だったし、トラウマも抱えたんだ。そして、私が1歳半になると、ママの持病の糖尿病が悪化して入院することになったの。ママによると、入院中の検査で目に異常があって、先に白内障手術を勧められて、退院後も再入院することになったんだって。ママが家にいないなんて、寂しすぎるよ。当時、ママにべったりだった私はママが家にいなくなってすごく寂しかったんだよ。ママがいない時にまたあの時のトラウマが蘇ってきたら、不安でたまらなくなって、一人で夜を過ごすのも怖かったんだ。だから余計にご飯を食べられなくなっちゃって、全く食べられない日もあったくらいなんだ。ご飯が食べられなくなるなんて、好みはよっぽど不安だったんだね。私も赤ちゃん返りをしちゃって、餌入れからご飯を食べられなくなったんだ。ママは私に根負けして、手から食べさせてくれたんだけど、そしたら少しずつご飯を食べられるようになったんだ。好みが少しでもご飯を食べられるようになってよかったよ。私は2歳になった時に、このままじゃいけないとママが思ったらしくて、ママとパパたちで家族会議を開いたらしいんだ。なかなかいいアイデアが思いつかなかったんだけど、ママのオギフさんが私に妹がいれば、寂しくないんじゃないかって提案してくれたんだって。まさかそれって。そうなの。それが知恵家との出会いにつながるんだよ。ママは私が2歳になった春の3月に、ブリーダーに連絡して相談したんだ。私がママと好みの元に来た経緯を初めて知ったよ。私がママに甘えてばかりいたから、ママに心配をかけちゃったんだ。だから、ママがいなくても寂しくないように、妹的存在がいれば安心してくれると考えたんだって。私もママと好みの元に来れて、すごく運が良かったと思ってるよ。私と知恵家の出会いについては、また違う動画で紹介するから、みんな楽しみにしててほしいな。私と好みの出会いは衝撃的なものだったから、ぜひみんなに知ってもらいたいな。私の大怪我と変化についての話は、今日はここまでだよ。次回はもっと私のことや知恵家との出会いについて知ってもらいたいな。好みの大怪我が衝撃的すぎて、私まですごく怖くなったよ。私はトラウマになっちゃったけど、知恵家にはそんな思いをしてほしくないな。好みも辛い思いをしたのに、そんなことを言ってくれるなんて優しいね。
知恵ガニは私を同じ目に遭ってほしくないから当然だよ。この動画で綿にも犬の動画を投稿していくから楽しみにしててほしいな。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。